陰謀論になぜ人がハマるのかっていうのって、わかるというのは何かという人間の感覚に近いんですよ。覚醒剤中毒の人って陰謀論ハマりやすくなるんですよ。ちょっと前に秒速で億を稼ぐって言ってて、覚醒剤中毒だった人の YouTube を見たんだよねって話をしたと思うんですけど、別々の事象につながりがあるというふうに思いたがるんですよ、脳が。覚醒剤とかやってる人って。なので、家政婦の人が来て、その後友達が家に来たということは、家政婦と俺の友達はできてる。だって同じタイミングでたまたま来たじゃん。これ絶対できてるから来たんだよ。みたいな。何かに意味があるという風に紐づけちゃうんですよ。で、これって別に悪いことではなくて、有名なね、チャゲアントなんとかの作家の方も全然違う情報があった時に、これとこれは繋がってるんだ、意味があるんだって思ってしまうみたいなのもあったりして、どちらかというとやっぱりちょっとそのお薬とかやる方というのは陰謀論にはまりがちなんですよ。っていうのもあって、あんまりこういう言い方は良くないんですけど、原口先生、持病持ちでお薬飲んでらっしゃる方だと思うんですよね。高齢者の方も結構ね、脳の回線のつながりがそうなりがちなんですよ。で、これがどういうことかというと、おっさんってダジャレ好きなんですよ。なぜおっさんはダジャレを言いたがるのか。全然関係ない言葉の語尾が似てるとか、言葉の響きが似てるとかで、それが脳の中で紐づいちゃうんですよ。僕、ダジャレ苦手なんですけど、あんまりね、他の言葉が紐づかないんですよ。全然違う言葉が紐づくように、脳の構造がいろいろなものの似てるものをつないでいくという、抽象的に別のものをつないでいく能力が高くなるんですよ。ラッパーさんとかもそうです。ラッパーさんってさ、お薬好き多いじゃん。捕まる方多いじゃん。あれ多分ね、やっぱね、別々のものをつなぐという才能ある人の方がラッパーとして成功しやすいんだと思うんですよね。韻を踏むとかも全然違う意味の言葉だけど語尾の言葉が似てるからみたいな感じで、本来意味としては違うものだけどそこの関連性をつなぐという脳の構造を持ってしまった人がダジャレも上手くなるんですよ。だからラップってさ、ただのダジャレじゃん、本質的には。だからおっさんが得意だったりするんですよ。まあいいや。おばさんってね、あんまダジャレ言わないから、多分ね、脳のね、回線のつなぎ方がちょっと違うんだと思うんですよね。男の人の方が深く考える力が強いんですよ。囲碁とか将棋とかって、やっぱり男性の方が強いじゃないですか。あれね、深く考える能力が強くて、女の人の場合は広く浅くに思考が行きがちなので、女の人の陰謀論は年取ったらハマる人もいるんですけど、ただ男性の方が独自の陰謀論をかなり細かく設定しがちなんですよ。なので、作られた陰謀論を信じてしまう人には男女いるんだけど、陰謀論を作り始める人には男性が多いんですよね。これ陰謀論って言い方をしたんですけど、宗教を始める人も男性のが多いんです。宗教って神様いるんだ。雷というのも神様がやったことなんだ。あ、確かに雷様っていう神様がいたとしたら雷起こせるよね。あ、じゃあ神様がいるんだ。雨もそうなんだ。みたいな、世の中の目の前にあることを神様というストーリーで全部紐づけて、あ、これもこれも説明できるじゃんみたいな、ある種陰謀論で始まるんですよ、宗教って。っていうところでいくと、やっぱりね、男性のが得意なんですよね。女性の宗教家っていうのもいるんですけど、女性のね、宗教家でありがちなのは、キリスト教の分派とか、すでにある宗教の分派系が女性が多いんですよ。統一教会で言うと、もともと最初に作ったのは男性なんですけど、男性が作った統一教会の文鮮明さんだっけが作ったので、今、文鶴子さん奥さんかなんかが継いでると思うんだけど、なので一回出来上がった後は女性が引き継ぐっていうパターンあるんだけど、女性が一からっていうパターン結構少なくて、イギリスで有名なカルトとかもそのキリスト教の分派だったりするんですよ。なのでね、割とね、幸福の科学とかオウム真理教みたいな、俺が神みたいなもういきなり作っちゃうやつってね、やっぱね、男性なんですよね。おいそれと、やっぱいきなりね、俺神なんじゃねえみたいなことって、やっぱなかなか思いつけないんだよね、普通の人は。そういう意味でね、やっぱ新興宗教を作る男性はね、観察対象としてすっげえ面白いなと思うんですけど。はい、すいません。
宗教を信じる方、いろんなことを信じる方いらっしゃるのでね、ご自由にやっていただければいいなと思うんですけど、ただ僕はちょっと面白い観察対象として見てしまいますよという話で。はい。ゆうきさんは X を含め SNS はどう使ってますか？情報収集とこういうのを書いたらどんな反応があるかなっていうのを知りたくて書いてるっていうのがありますね。日本で反グローバリズムであると言ってる人たちが X とか YouTube を使っているんですよ。YouTube 見てるだけでお金払ってないよっていう人もいるんですけど、見ることによってそこで広告が流れて YouTube にお金が入るようになってるんですよ。で、これがニコニコ動画を見ていれば、ニコニコ動画という日本のサイトの広告が出て、日本の会社、KADOKAWAに収益が入る。なので、本来グローバリズムというのを反対するのであれば、自分の国の企業のサービスを使った方がいいよねっていうのがまずありますと。グローバリズム反対と言ってる人の中に、X や YouTube というのはもう生活インフラなんだから、それを使うのは当然だよね。X とか YouTube を使わないというのがおかしいよねっていうのを反グローバリズムで言う人がいるんですよ。地球上に住む人間、先進国の人間は YouTube や X や TikTok を使うのは当然だよねっていう考え方は多国籍企業の人が喉から手が出るくらい欲しい考え方なんですよ。世界中の人たちが同じものを使って同じ価値観になった方がいいよねというのがグローバリズムの思想的哲学なんですよ。なので、どこの会社が作ってるサービスかは関係ありません。みんなが YouTube 使うの当然だよね。みんなが X 使うの当然だよね。みんなが TikTok 使うのは当然だよね。その方が便利だし幸せになれますよねって言ってる人ってグローバリストなんですよ。っていうのをグローバリズム反対の人が書いてるんですよ。僕の X でグローバリズム反対って言って YouTube とか S 使ってる人って頭おかしいんじゃねって書いてるんだけど、それの中に生活インフラなんだから YouTube や X を使うのは当たり前じゃないかって書いてる人がいて、いやいや、それは当たり前だと考える考え方自体がもうグローバリズムなんですよ。だからあなたがやってる行為はグローバリズムを推進している行為なんですよっていう今言ったところをショートにしてくれてどれか上げてくれたらそれ僕ツイッターに載せるので、なので誰かまとめてみてください。何が言いたいかというと、反グローバリズムだと思っている人が反グローバリズムだと思ってやっている行為が結果としてグローバリズムを推進していることになってるんですよ。で、頭が悪い人ってこれやっちゃうんですよ。日本が独自の価値観を持って、日本がちゃんと日本の中で売り上げ上げて、他の国の影響を受けないようにしたいよねって思ってますと。思ってるんだけど、やってる行為が間違ってると、間違った方向に行くんですよ。例えばじゃあ、日本って日本人どんどん減ってるんですよ。毎年80万人ぐらい。で、日本経済っていうのは日本人が減ることによってどんどん縮小していくんですよ。なので日本経済良くしたい方がいいよねって思ってるんだったら少子化対策した方がいいんですけど、自民党と公明党という政党が日本経済良くしたい、日本良くしたいって言って政治家が一生懸命頑張って運営した結果が今の日本人が減って日本経済が縮小してる状態なんですよ。頭の悪い奴らが頑張ると間違えた方向に進むんですよ。で、問題は頭の悪い奴らは間違った方向に進んでるのが自分たちのせいだと思ってないんですよね。YouTube や X や TikTok 使うの当たり前だよねって言いふらしてる人たちって YouTube とか X とか TikTok をタダで宣伝してる人たちなんですよ。そいつらいない方がニコニコ動画のいいよねとかミクシーでいいよねって言っててくれたら、それはユーザーがどんどんミクシーとかニコニコ動画に流れるかもしれないから、そっちの方が国家としてはいいよねなんだけど、なぜか間違ったことを一生懸命やってるっていう人がいるっていうのが、日本が停滞してる理由になるかなと思うんですけど、はい。LINE は、韓国のネイバー NHN と、ヤフーの合弁会社で LINE ヤフーという会社で、割合どうなってるんだっけ？株主構成で言ったらもう今外資なのかな？一応日本のヤフーの株と LINE のその NHN の株で 50%、50% になってると思うんですけど、ホールディングスとしては 50%、50% になってるけど、どっちなんだっけ？割合よるんじゃないかなと思うんですけど、はい。で、僕ね、LINE がね、安全なのかっていうとね、結構そうじゃないと思ってて、なんで安全じゃないと思ってるかというと、LINE ヤフーってヨーロッパから見れなくしてるんですよ。なんで見れないかというと、ヨーロッパの EU の法律に触れるサービス運営をしているので、LINE ヤフーはヨーロッパから見れなくしてるんですよ。
何のルールに触れて、それが見れなくしてるかというのは明確に書いてないんですけど、ただ、同じようなトラブルっていうのが3、4年前結構各国のサイトだったんですよ。ヨーロッパに住む人の個人情報を保存するのであれば、そのサーバーはヨーロッパ国内になければいけませんという EU のルールがあるんですよ。ただ、それだけだと Google とかアメリカの会社が使えないので、ちゃんと個人情報保護の法律があって、信用できる国にサーバーがあるのであれば、個人情報を保護していいですよ。なので、アメリカはその条約に批准しているので、アメリカのサーバーに保存しても OK ですよ。一昨年ぐらいまで、日本はその法律がなかったんですよ。個人情報を保護するっていうのが。なので、日本のサーバーにヨーロッパの人の個人情報を置くというのは EU 内においては違法であるっていうのがあったんですけど、ようやく一昨年ぐらいね、その条約批准して、日本の国にもヨーロッパに住む人の個人情報を置いても良いですよという条約を結んだんですよ。ところが、LINE ヤフー未だに見れないんですよ。というのは、LINE ヤフーのサービスで使われる個人情報は日本以外、中国か韓国にも保存される可能性があるので、まだ法に触れている状態ということだと思うんですよ。で、LINE はもともと韓国の会社なので、韓国のそのスタッフが情報を見ることができることがありましたっていうのは過去にそういう事例があって、で、その後池袋かなんかの入力代行を頼んだ時に、そこが中国に頼んでて、中国に情報が流れてましたっていうの LINE ヤフー1回事件あるんですよ。これ勘違いだったらすいません。なので、中国と韓国をまだ使ってサービスを行っている部分があるので、結果として LINE ヤフーというのはヨーロッパでサービスができない。っていうことなんじゃないかなと思うので、全然勘違いだったら知りたいので、LINE ヤフーの偉い人、そうじゃないんだよ、これなんだよって答えが知ってたら教えてください。今のところ僕はそういう推測をしています。はい。否定できる材料があったら知りたいです。別にね、これで安全かどうかって話じゃなくて、個人情報が日本以外の国に保存している可能性があるから、ヨーロッパで見れないようにしてるんじゃないのっていうだけで、別に他の国に保存したから安全ではないというわけではないんですよ。どこに保存してるかというだけで、安全かどうかという条約ではないんですよ。日本の会社で日本に個人情報を保存していて、それが流出するっていうのもあるわけじゃないですか。だから日本に置いたから安全ではないんですよ。ただ、どこに保存しているかという保存の地域によって、ヨーロッパの場合は、合法であり違法であるっていうのがあるって話です。はい。そもそもインターネット自体はグローバリズムですよね。そうなんですよね。そもそもそうなんですよね。グローバルで世界中の人が同じ情報を扱って同じようなものを見ることができるというのがグローバリズムで、中国のね、グレートファイアウォールみたいな他の国のものが見れないみたいなことをするのが国内貿易でナショナリズムなんですけど、インターネットそもそもグローバリズムなんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。